今回はタロットカードのペンタクルの5の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第45話スタートです。カード名ペンタクルの5。ここにいる一人の男、名前を伊藤大吾という。見た目と年齢から推察するに、さしずめ50歳前後なのだろう。白髪の混じった髪にシワの刻まれた肌、アイロンのかかったワイシャツに伸びた背筋。まっすぐに前を向き、人を小馬鹿にしたように口元を歪ませている。車内を歩けば誰もが頭を下げ、会話中であっても無言になる。大手企業に勤めているわけでもないが、それなりの役職に就き、給料もかなりのものなのだろう。着ているスーツはブランド品のようだ。かなりの野心家で、必ず部長になってやると目標を定めているらしい。高校を卒業してすぐに勤めた会社は、仕事が遅いやつは人として扱われないという今時信じられないような社風で、そんな中で純粋だった大吾が育てられてきたわけだ。入社当時は仲間を大事にしていたが、勤続年数が重なるたびに大吾の目は血走り、人を見下すようになっていった。飛び込み営業で好成績を収めることが第一目標であり、それができない限りは上司から罵声を浴びせられ、ひどい時には顔が腫れ上がるほど殴られた。休みなどは成績のいいものしか取ることが許されず、契約が取れないものは無給で営業に飛び回った。若い頃の大吾もまた同じように休みを返上して飛び回った口だ。新入社員に仕事ができるはずもないのに、ひたすら怒鳴られ続け、メンタルが壊れる寸前に及んだこともある。しかし、今は営業部第一課の課長として、会員に檄を飛ばす側なのだ。その日も、朝から成績最下位の社員を会議室に呼び出すと、顔から舌を殴り続けた。おい、山下。お前昨日の休みに何やってたんだよ。契約が取れない虫以下のお前が人並みに休みなんて取れると思ってんのかよ。お前がそんなだから俺が上司から怒られるんだろうがよ。ふざけたことしてんじゃねえよ。いいか、今日契約が取れなかったらどうなるか分かってんだろうな。これから営業だから顔だけは殴らないでやってる俺様の優しさに応えろよな。分かったか。大吾は部下の髪の毛をつかむと顔を近づけてそう凄んでみせた。これだけ凄めば怖くて何が何でも契約を取ってくるはずだ。部下なんてのは怖がらせて動かさないとまともに働かないものだと思い込んでいる。また大吾の上司も同じように考えているため、大吾ばかりを責めることはできない。こうして部下たちから怖がられ、中には辞めたいと思っている社員もなかなか辞めることができずにいた。辞めるなどと口走ればどんな仕打ちが待っているか、それが想像できたからだ。こんな大吾だが、家に帰ればいい夫であり優しい父親だと言いたいところだが、自分という人間を勘違いしている男がそんなはずはない。家族は自分が働いているからこそ生きていられると思い込んでいる。学校に行けるのも、妻が食べていけるのも、いい服を着て化粧をしていられるのも、すべては自分のおかげなのだと。それがゆえに家の中の大吾は会社と同様に暴君であり、妻が言うことを聞かなければ暴力を振るうことなど何とも思っていないような男だった。
子供が反抗期を迎えた時など、それすら妻が悪いと言い、妻に暴力を振るった。妻は自分の言うことを聞くべき存在であり、子供ですら部下同様の扱いを受けていた。そんな状態でも妻は反論することはなく、夫醍醐の機嫌を取ることだけに躍起になり、夫の好きなものを作り、家事を完璧にこなし、塵一つ落ちていないような掃除を心がけた。これほどの暴君でありながら、家ばかりか会社でも彼が威厳を保ち続けられたのは、ひとえに彼の業績にある。客先ではにこやかかつ爽やかなまでの笑顔を作り出す。相手の言葉を聞くふりをして全く聞くことはなく、相手が契約をするまで粘り、客が根負けするまで畳みかけ続ける。そのやり方を教えてくれたのは醍醐の上司であり、醍醐が恐れていた人だった。今でこそ恐れていた上司も本社勤務となったが、いつかそいつを追い越してやると思っていた。こうして飛ぶ鳥を落とす勢いだった醍醐だが、ある日とんでもない事態となった。それは本社からの電話で始まった。なんで俺が本社に呼ばれるんだ？すぐに来るようにと連絡があり、いぶかしく思いはしたものの、これはきっと本社勤務の打診だろうと勝手に解釈した醍醐は、喜び勇んで本社へと赴いた。ところが待っていたのはかつての上司ほか部長の面々だった。どの顔も苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。伊藤君、これはどういうことだね？開口一番にそう言われ、目の前に突きつけられたのは弁護士からの書状だった。セクハラで訴えられるなど前代未聞だ。セクハラと聞いて醍醐の顔色が変わった。身に覚えがありすぎるのだ。自分がセクハラをして何の挨拶もなしに急に姿をくらました社員は一人や二人ではない。それどころかパワハラに耐えられずにいなくなったものも含めたら両手でも足りないだろう。その都度本人が借りているアパートに出向くが、大概アパートは解約した後なのだからどうしようもない。そして今目の前に出された書状には被害者の名前が記されているが、あまりにセクハラをした社員が多すぎて名前など記憶に残っていないほどだ。君、こんなことで裁判なんて起こされては困るんだよ。我が社の名をどこまで汚す気だね。一人の部長が口を開けば次から次へと醍醐を責め立てる。そしてさらには、本来ならば懲戒免職だが、君の業績に免じて降格処分とする。降格？そんな。何が不服なんだね。こんなことをしておいて降格で済むのだからありがたいだろう。そして言い渡されたのは、本日ただいまより2階級降格ということで、役職から外され第一課の中でもさらに分けられているチームのチーフとなった。給料は大幅カットとなり、年齢から考えたら本社勤務という夢も役職に就くこともありえないような地位に落ちてしまったのだった。頭が真っ白になりながらも何とか支店に戻ると、今まで座っていた席には醍醐の部下であり、今まで散々醍醐の暴力に怯えひたすら耐えていた戸田という男が座っていた。いやあ、お疲れさんだね、醍醐くん。今日から君は俺の部下として頑張ってくれたまえ。いいかい？チーフってやつはみんなをまとめなくちゃならない。セクハラなんてするような君にそれができるかどうか心配だがね。とにかく俺のために頑張ってくれたまえ。醍醐よりはるかに若い戸田は椅子にふんぞり返り、馬鹿にしたような表情を浮かべている。つい数時間前までは自分が座っていた椅子だ。その椅子に座り、部下を睨めば誰もが震え上がっていたというのに、支店に戻った途端、
戸田が自分の椅子に座って偉そうに上から物を言っているのだ。大吾はこれは夢なのではないかと思った。自分のような優秀な社員がこんな目に遭うはずがないのだ。夢ならば早く覚めてほしい。だがいくら待っても目の前にいる戸田が消えることはなく、うすら笑いを浮かべながら大吾を見ているのだ。震える拳で戸田を殴りたい衝動に駆られはするが、立場が逆転した今、そんなことをしたら即首だろう。歯を食いしばりながら荒い呼吸を整えるのがやっとだった。それからは戸田のサンドバッグのような扱いをされる毎日だった。チームの業績が悪いと言われては呼び出され、チームのまとまりがないと言っては殴られた。家に帰って憂さを晴らそうにもセクハラをしていたことが妻にバレ、その上給料が激減したことで今まで反論してこなかった妻が馬鹿にしたように文句を言ってくるのだ。怒鳴り暴力によって君臨し続けようとしたが、妻は暴力を振るったら弁護士を立てると離婚届をちらつかせながら脅しをかけてきた。これ以上のごたごたはごめんだと思った大吾はひたすら我慢し続けた。しかしその我慢も徐々に限界を迎え出したのは、ことが発覚して3ヶ月が過ぎた頃だった。セクハラの件自体は会社が何とかもみ消してくれたようだが、部下からも白い目で見られ、女性社員は誰もそばに寄ってこない。それどころか男性社員は表面的には言うことを聞いているように見えて、大吾の足を引っ張るように契約を取ってこないのだ。それで殴ればパワハラだと上司である戸田に訴えられた。おかげで戸田からは、顔だけは殴らないでいてやるよ。ありがたいと思え。と叫びながら何度も体のあちこちを殴られ、蹴られた。ある日、目が覚めた大吾は妻が寝ているのを確認すると家を出た。これ以上プライドを傷つけられて生きていけるはずがないと思ったのだ。まだ若いのならばやり直すこともできるだろうが、定年まで10年ほどしかない自分にどうして無理な我慢を強いなければならないのか。大吾は財布にカードが入っていることを確認すると、そっと家を出たのだった。家を出ると外はまだ薄暗く、ピンと張り詰めたような空気が自分を取り巻いた。こんな空気を感じるのは入社当時以来なかったことだ。あの頃は誰よりも先に出社して上司に自分のやる気をアピールしたものだ。それほど頑張って会社に貢献してきたというのに、なんて無様なことだろう。しかし今までの経験を踏まえれば、どこかの企業が使ってくれるはずだと思っていた大吾はあまり深くは考えていなかった。ファミレスに入りモーニングを注文し、早急にマンションを借りること。住むところが決まったら必要なものを購入し、次は仕事を探しに行こうと考えていた。仕事の時間を気にせずにのんびりと朝食を食べることなど、学生の頃から久しくなかったことだ。徐々に忙しくなってきた店内にため息をつき、席を立った大吾はカードで支払いを済ませた。街の中をぶらぶらと歩き、どの辺にマンションを借りようかと考え、以前から気になっていた駅に降りた。今までの会社からはそこそこ離れている。ここならば妻と会うこともなさそうだ。この駅で心機一転、すべてをやり直そう。そう思った大吾は不動産屋の扉を開いた。何軒ものマンションを見て歩き、その日の夕方には住むところが決まった。しかし、そこで大きな誤算に気がついた。なんと、使えるはずのカードが使えなくなっているのだ。何度機械を通してもエラーになる。今朝、ファミレスでカードを決済した時にはちゃんと使えたのだから、エラーになるはずはないと不動産屋の担当に言ったが、現にエラー表示がされていると相手にされない。
きっと機械の方が壊れているのだろうと思いはしたが、このままでは部屋を借りることができない。困った大吾はカード会社に連絡することにした。ところが調べてみるとカードが停止されているというのだ。きっと大吾が家を出て行ったことを悟った妻がこれ以上使われないようにとカードを停止したのだろう。そこに気がつくと悔しさで血がにじむほど唇を噛んだ。これじゃあ住むところも何もどうすることもできないじゃないか。不動産屋から出た大吾は財布を開き確認してみたが、常にカード決済のため1万円札が数枚入っているだけだった。畜生、これでどうしろってんだ。今すぐ家に帰り妻を殴り倒してやりたい衝動に駆られたが、そんなことをしたら今度は警察沙汰になるだろう。いくら妻の仕打ちが許せないからといっても警察沙汰だけは避けたい。仕方なくコンビニで握り飯を買うと近くのネットカフェに足を向けた。せめてビジネスホテルに泊まりたいところだが、それでは何日持つかわからない。こうしてネットカフェで何夜も過ごしながら仕事を探して回ることとなったのだが、どんなに探しても大吾の年齢ではなかなか思うような仕事にありつけることはなかった。どんなに今までの営業成績を話しても、当社のカラーではない、年齢的に正社員は難しい、などの言葉を並べられて断られるのだ。そうしているうちに財布の中も乏しくなり、ネットカフェにすら泊まることができなくなった大吾は公園のベンチで一夜を明かした。こんなことをしていたら死んじまう。それは分かっているがどうすることもできない。俺が一体何をしたってんだよ。家族のために必死に働いてきただけじゃねえか。ほんの少し女子社員に触っただけでなんでこんな目に遭わないといけないんだよ。そうつぶやいてはみた大吾だが、今までセクハラをしてきた女子社員を思い出し自重気味に笑った。ほんの少しか。俺からしたらほんの少しのことだったのにな。俺のような将来有望な男なんだから、あのくらいのことどうってことないはずだったのに。くそ、減るもんでもないのに弁護士なんかに頼みやがって。食べるものもなくなった大吾は高原の水を飲みながらそんなことを考えていた。ぼんやりと公園の風景を眺めていると、一人のホームレスが目に入った。なんだ、ホームレスかよ。仕事もしないでゴミ漁りとはバカなやつだ。そう言いながらホームレスが何をしているのか見ていると、ゴミ箱の中から雑誌を拾い出しているらしい。雑誌なんて一体どうするつもりなんだ。さらにはコンビニの袋をつまみ出し、その中から空の弁当箱を出しているのだ。弁当箱。どうするつもりだ。ホームレスは弁当箱の蓋を取ると、中に残っていた惣菜を口に入れた。腐ってるかもしれないのによくやるよな。あんなもの食ってるなんて、なんてバカなやつなんだ。そうは言っても大吾自身腹が減っている。ホームレスがいなくなるとふらふらとゴミ箱に近寄り、さっきのホームレスが捨てていった空の弁当箱を手にしていた。もしかしたら少しは残っているのではないかと思ったのだ。それにあのホームレスが食べて平気なのだから、自分だって食べることができるだろうと思ったらしい。しかし残念ながら弁当箱には米の一粒すら残ってはいなかった。大吾はあまりの空腹にその場にへたり込むと、訳もわからず涙が流れた。こんなことをする惨めさに泣いているのか、それともあまりの空腹に我慢ができずに涙が流れるのか。こんなことなら我慢して家にいればよかったのかもしれない。どんな扱いを受けても会社にしがみついていた方が幸せだったのかもしれない。そんな思いが湧いてくるが、
本当にそれで我慢することができたのだろうか。スーツの袖口で涙を拭き、ポケットに入っていたヨレヨレのハンカチで流れる鼻水を拭き取った時、背後から声をかけられた。振り向くと、大悟よりもはるかに年齢を重ねた老人がそこにいた。ヨレヨレの服装ではあるが、働いているような様子はない。ああ、こいつもホームレスなのか。と、大悟は肩を落とした。新入りかい？ずいぶんと腹が減っているようだね。老人にそう言われてすべて見られていたことを知った大悟はあまりの恥ずかしさに「ほっとけよじじい」と怒鳴っていた。するとじじいと言われた相手は「威勢がいいね。それならばまだ生きていけるさね」と笑っていた。あんたそんなに腹が減ってるなら俺についてきな。飯が食えるところに連れてってやるよ。うさんくさいとは思ったものの、飯が食えるならばとついていくことにした。もう何でもいい、何でもいいから食えるものが欲しい。それが大悟を突き動かしていたのかもしれない。じいさんについていくと、たくさんのホームレスが並んでいる場所に着いた。ここはね、毎週月水金で炊き出しを用意してくれてるんだよ。その他にも別の場所で俺たちホームレスのために握り飯を配ってくれるところもある。3食食べることは無理でも1食でももらえるならば、こういうところに並んだ方がいい。じいさんはそう言うと、多くのホームレスが並ぶ列に俺を並ばせた。あんた、そんなにいいスーツを着ているってことは、よほどいい生活をしていたんだろう。なんでホームレスになったのかは知らんが、よほどの覚悟がないと厳しいよ。飯を食べたら俺の小屋に連れて行ってやるから、これからどうするのか考えるこったな。その言葉の通り、食事が終わると大悟を自分のテントに招き入れた。そこは大悟が思っていたよりもはるかに住みやすそうで、布団もあれば調理器具もある。ガス台の代わりにカセットコンロがあり、調味料も並べられていた。電気の代わりはろうそくを大事に使っているようだ。ブルーシートをかぶせたテントだというのに、その居心地の良さに大悟は信じられない思いだった。しかし自分にこのようなテントが作れるのか。道具もなければ材料もない。それにどうやって日々の糧を得たらいいのか全くわからないのだ。ところがじいさんは大悟の心の内を分かっているように話し出した。それはこれからどうしたらいいのか、どうやって日々を生き抜くのか。しかし家を捨て社会を捨てた大悟は何をするにしても一人だ。一人ではどうすることもできないではないか。独り言のようにつぶやく大悟にじいさんはにこやかな笑顔を向けていった。仲間がいるさ。仲間。今までそんなことを考えたことがなかった。いや、高校生の頃までは友達がいて仲間がいた。何をするにも仲間と相談して力を寄せ合ってきた。だが社会に出て変わってしまった。会社の中に同僚や部下がいたが、同僚などは敵でしかなく、部下に至っては自分の出世を邪魔するやつくらいの認識でしかなかった。仲間に頼ったところで何の足しにもならないと思い込んでいた。ところが今、ホームレスとなり、仲間がいることに安堵を覚えているのだ。わからないことがあれば助けてもらえるという安心感。じいさんからホームレスとして生きていくために、どこでどう生活したらいいのか、何をしたら生きていけるのかを教えてもらえた大悟は、人間として最低以下の生活を始める覚悟をした。スーツを脱ぎ、ゴミ捨て場にあった服を身につけると、空き缶を集めて歩く毎日だ。行き交う人たちに蔑まれ、嘲笑を浴びる。
まるで汚いものを見るような目つきだ。今までの彼ならば怒鳴ったり暴れたりしただろう。だがホームレスとして生きている彼はだいぶ考え方が変わったらしい。怒鳴れば腹が減る。嘲笑を浴びたところで大したことではない。小さなプライドを保つために虚勢を張るくらいならば一つでも多くの缶を集め今日の糧を手にすることこそが大事なのだ。そしてじいさんやその他の仲間との会話を楽しむ。もう頑張る必要なんてないんだよな。上司に怒鳴られたり殴られたりすることもないし、俺は今まで無駄な時間を過ごしてきたような気がする。今までの自分を振り返り、同じホームレス仲間との語らいが大悟という人間の人生観を変え始めたようだ。他人を思いやり、他人と助け合うことで得られる幸せ。時には2、3本のビールをみんなで分け合い、酔いを楽しむ。浴びるほど酒を飲んでいたあの頃を楽しいと思っていたが、今は小さな酔いで幸せだと思えるのだから不思議なものだ。テレビもなければ携帯もない。社会がどうなっているのかもわからないのに何の不安もない。結構こっちの方が人間らしい生活なのかもしれないな。これが心からの言葉なのか、それとも自分を偽っている言葉なのか、大悟にも理解できていないようだ。だが大悟の中に生まれてきた新たな思いには気がついていた。それは仕事をしたくても受け入れてもらえないホームレスを何とかして救いたいという思いだった。今までの大悟ならばホームレスの誰がのたれ死のうと働かない方が悪いと笑っていたことだろう。だが自分がホームレスとなり働きたくても働くことのできない現実に直面したことで何とかしたいと考え始めたらしい。そうして大悟はその考えを実現するために仲間に自分の頭の中のアイデアを語り出した。みんなで仕事を始めないか。突然の大悟の申し出に誰もが怪訝な顔をした。仕事を始めるとは言われても一体何をしようというのか。ホームレスをしてきた自分たちに何ができるのか。実は俺は営業マンだった。みんなの中には大工だった人もいれば植木屋だった人もいるだろう。なんなら大学教授だった人もいるし、料理が得意な人もいるだろう。そういう仲間の中から仕事がしたい仲間を募って派遣をするんだよ。仲間の顔が歪んだ。そんな簡単なことではなさそうだし、いくら営業マンがいるとは言ってもホームレスを使いたいなんて人はいないだろう。だから格安でやるんだ。そうして実績を積み上げていく。目標はホームレスの自立だ。俺たちだって社会で生きていける。人間として呼吸してるんだってことを声を大にして言えるようにだ。大悟の演説が終わるとじいさんが拍手をした。いいじゃないか。ホームレスだって働きたいのに仕事をさせてもらえないんだから。自分たちで会社を立ち上げるなんてワクワクするね。じいさんがそう言うとみんなが確かにそうだなとうなずき、まずは契約を取ってくることだと騒ぎ出した。こうして大悟を中心にホームレスの派遣という異例の会社が発足した。会社といっても名刺があるわけでもなければ会社としての建物があるわけでもない。あるのは体だけだ。それでも自分ほどの営業手腕があれば必ず仕事を獲得できると思っていた。みんなからカンパを集め着ていたスーツをクリーニングに出すと早速営業が開始された。社名はホームレッサーだ。ホームレスが立ち上げた会社なのだからそのままでいいじゃないかということになった。ホームレスだってこれだけのことができるのだとみんなに見せてやろうということらしい。だが
簡単に契約が取れるはずもなかった。今までの大悟ならばこのくらいの契約は簡単に取れるはずだったが、どんなに足を運んでも契約にこぎつけることができないのだ。どうしたらいいのかと散々悩んだ大悟はじいさんに愚痴をこぼした。かつて契約が取れなかったことなどなく、愚痴をこぼしたことなど一度もなかっただけに、弱気になっている自分が悔しかったが、誰かに聞いてほしかったのだろう。するとじいさんは穏やかに笑ってこう言った。今までは会社というネームバリューがあっただろう。それが大悟さんを守っていたのさ。今はお互い何もない。だからこそ人としての営業が必要なんじゃないのかね。人としての営業？ああ、そうだよ。大悟という人間を信じ、大悟という人間を好きになってもらわなければ誰も頼もうとは思わないだろう。大悟は小さくあっと叫んでいた。どの会社に営業に行ってもかつての自分が前に出て、俺が言ってるんだから確かだという態度だった。だが本来の営業はじいさんが言うように人間同士の関わり合いなのかもしれない。そこに気がついた大悟は翌日新たな気持ちで客先へと赴いた。ダメでもともとまずは自分という人間を見せること。こうして何日もかけて一つ目の契約を取ることができた大悟は徐々に契約本数を増やしていくことができた。大悟の契約してきた仕事は多岐にわたり、仲間の技術を発揮するに十分だった。仕事をした仲間には数千円を手渡し、残りが会社の運営資金としてプールされた。こうして2年が過ぎた頃、小さいながらもアパートを借り、事務所を持つことができた。やっと会社としてのスタートラインに立てたような気がした大悟は、ホームレッサーと書いた紙をみんなに見せ、俺たちの会社だ。みんなでこれをドアに貼ろう。と声に出した。仲間の歓声が上がった。働きたくても働けなかったホームレスたちの会社は徐々に大きくなり、かつて営業マンだった仲間も加わり、業績は少しずつだが伸びている。もちろん契約が取れない仲間もいるが、そんな時もあると仲間同士で励まし合っている。おかげで事務所の中から怒号が聞こえることもなければ、そこにはパワハラも暴力も存在しない。あるのは笑い声と時々聞こえてくる歌声だけだ。そんな仲間を見て大悟は小さくつぶやいた。怒鳴ったり殴ったり、そんなことをして勝ち取る契約よりこっちの方がずっといい。これこそが人間らしい生き方だよな。その声を聞いた仲間の誰もが力強くうなずいていた。いかがでしたでしょうか。このカードは精神的にきつい状態や激しい感情を暗示しています。また奇跡的な体験をして人生観がガラリと変わる可能性を示唆しています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。